what's up guys? Welcome back to my Hello AI channel. This is AI ということで、だいぶ遅くなってしまったんですけど、先月発売になったアンジュルムの、ニューアルバムビッグラブの感想動画を撮っていきたいと思います。はい、私が購入したこれは初回限定版 B のジャケットになってます。真ん中にね、ちゃんとたけちゃんの書道の愛っていう感じも入っていますし、みんな可愛いですね。はい、こちらの感想になります。まず今回のアルバムに関してさらっと説明すると、アンジュルムにとって4年ぶりのアルバムということで待望のアルバムなんですが、アンジュルムは初代リーダーの和田彩香ちゃんが卒業して、今竹内あかりちゃんが2代目のリーダーをやってるんですけど、このアルバムは竹ちゃんが2代目リーダーになってから今までの全てのシングルがまず入ってます。はい、なのでもう竹内リーダーのアンジュルムの歴史が全て詰まったと言っても過言ではないアルバムになっているっていうのが一つと、あとは何曲だったかな、8曲の新曲というかアルバム曲が新たにレコーディングされていまして、全部で15たす8だから23曲も入っているという聞き応えもバッチリなアルバムなんですけど、ディスク1とディスク2があってね、ディスク1がシングル曲で構成されているアルバムなので、そこからまずディスク1の、感想から言っていこうかなと思うんですけど、全部の曲の感想を言うのはちょっと時間かかりすぎちゃうのでちょっとはしょりながらいきたいんですけど、まずこのディスク1のセトリを見て改めて思ったのは、やっぱアンジュルムってすごくいい曲に恵まれてるよなって思いました。はい、なんかね、曲が強い、曲の主張も強いし、やっぱ印象的な曲がこのグループはね多いなって思いましたね。で、あとはこの、さっきもちょっと話したんですけど、このアルバムはたけちゃんが、リーダーになってからの今までの全シングルがね入ってるって言ったんですけど、時系列っていうんですか、発売したリリースした順に入ってるので、このアルバムを、1から15まで通して聴くことによってアンジュルムのここ数年間の歴史をたどるような、そういう聴き方ができるようになってるんですね。で、この1曲目の私を作るのは私っていう曲はたけちゃんがリーダーになってから初めてのアンジュルムの楽曲、シングル曲だったっていうのと、あとは橋迫凛ちゃんが、加入したタイミングだったので、凛ちゃんにとって初めてのシングルだったんですけど、この曲の、歌詞でまっさらの第2章を熱く描こうっていうね歌詞が出てくるんですよ。そういうタイミングだったと思うんですね。その第2章と言えるような体制が変わってそういうタイミングだったと思うんですけど、なんか私個人的にはまだこの曲が出た時はなんか第2章っていう感じがしなくって、アンジュルムを見てて序章って感じ、なんかこれからどういう風になっていくのかがなんかまだ見えないっていうね、そういう気持ちだったなってことを思い出しました。で、次のシングルですね、限りあるモーメントの時ぐらいになんかここら辺が個人的には新しい第2章のアンジュルムとして固まってきたっていう感じがした記憶があります。なんかね、この時期はでもムロが抜けたりとかして本当なんか戦力抜けちゃって人数も少なくなって、なんかこれからアンジュルムどうなっちゃうんだろうみたいな時期ではあったんですよ。あったんですけど、なんか逆にもう言い方悪いけど落ちるとこまで落ちたじゃないですけど、なんかこっから上に上がっていく気しかしなかったんですよね。で、あとはね、この限りあるモーメントは結構コロナ禍とかぶってて、確かなんかすごいね自粛生活してる時だった気がするんですよね。
だからこそこの曲がすごく響いたのを思い出しましたし、その当時はライブに行けなかったけど、しばらく経ってからライブに行ってこの曲のパフォーマンスを見た時に改めてめちゃくちゃいい曲だなって思いました。はい、そうそう。で同じくこの時のシングルだったミラーミラーも個人的に大好きです。はい。で、次のシングルはっきりしようぜ、泳げないマーメイド、愛されルート A or B のここら辺でアンジュルムの風向きがなんか一気に良くなった気がしました。この3曲は結構ファンの中でも3曲ともめちゃくちゃいいみたいな意見が多かったし、特に愛されルート A or B はこの曲はアンジュの歴史の中でもかなり人気というかすごく話題をさらった曲だったと思います。はい、でこの曲で一番目立ってたなんか一番印象的だったカッサーがこれを最後に卒業するっていう衝撃があったんですけど、なんかグループもいい状態の時にいい形で卒業をしていったっていうイメージが私はあるので、なんかすごくね最後やっぱモモナの最後にこの曲があったっていうのは今考えてもすごい良かったなって思います。なんか今日うまく喋れないですけどはい。そして会いましょう、派手にやっちゃいな、愛すべきべきヒューマンライフ、この時にはもうめっちゃ最強じゃんみたいなアンジュルム最強みたいな感じにもうなってたと思うし、なんかそういう動画を撮った記憶がありますね。はい。新しい子たち、新メンバーたちがとにかくすごい速さでグループに馴染んで、なんかあれよあれよと完全体みたいなグループがなったなっていう思った時期で、特にこのべきべき愛すべきべきヒューマンライフに関しては個人的にはこの10人体制、この竹内リーダーの10人体制のアンジュルムの雰囲気をなんか一番表してる楽曲になってるんじゃないかなって思います。はい。で一番最新のシングルが、悔しいわとピースオブピースなんですけど、もうね悔しいわのミュージックビデオのリアクションをね撮りながら、たけちゃんが最後に何でしたっけ、スーパー竹内あかりタイムの時にもう私は泣いたのを覚えていてこのピースオブピースの方はミュージックビデオのサムネを見て、これはダメだとこれは私は動画は撮れませんと思ってもうねリアクション動画を撮るのはやめたっていう、そういうね、はい、経緯がありましたが、この悔しいはもうねめちゃくちゃキャッチーで至る所で聞きまくってるけど全然飽きないんですよね。はい。そういう感じで、はい、もう改めてシングルが強いと思いましたはい。皆さんどのシングルが好きでしたかね。いい曲ばっかりですね本当。はい。続きましてディスク2の感想に行きたいと思います。ディスク2は、アルバムのために撮られた新曲たちなので、このアルバムをゲットしてから私も全部初めて聴く楽曲でした。はい。でやっぱりそのシングルじゃないのでアルバム曲ならではのいつものアンジュルムとちょっと違った雰囲気のある楽曲たちが多くて、でそれだけに新しい歌い方にチャレンジしてるというか、この子こういう歌い方もいいじゃんみたいななんかメンバーの表現力の高さ、歌の表現力の高さをすごく感じることができましたし、なんかね結構好きな曲も多かったのでいいアルバムだなって思ったんですけど、この中で言うとサバイブ生きていくために夢を見んだ1曲目、これは割と普段のアンジュルムっぽさがあるかなって思いました。で私の好きな曲は特に2曲目以降の序盤の曲ですね。ぶっ壊したいは拓井兄貴の曲なんですけど、マジでかっこいい
演奏もかっこいいし歌もかっこいいし、後半にすごい畳みかけるように歌っていくとこがあるんですよ。フェイクとかも入って、もうそこでボルテージガン上がりする感じでめちゃくちゃかっこいいし、ライブ映像も見たんですけど、最後の神子のフェイクも良かったし、その後のたけちゃんがやっぱ最高でしたねはい、そして23時のペルソナ、これはアンジュルムのメンバーでこの23時のペルソナが一番好きって言ってるメンバーが何人かいるらしくて、すごいわかると思いました。すごくいい曲でおしゃれな曲って感じ。この曲はね、リカ子が特にいいんですよ。リカ子がでシャッフルというかですね、4人だけで歌う曲、3人だけで歌う曲っていうのも入ってるんですけど、私のお気に入りはやっぱり根っからプレイボーイですねアルバム全体を通してペイペイの歌唱がめちゃくちゃいいって思ったんですよ。で特に根っからプレイボーイでペイペイが歌ってる時のなんかちょっと抜け感を出すような歌い方とか、あとラップの部分とか最高って思って、この子すごいなって思いながら聴いてましたね。リカ子とカミコとケロンヌのトップっていう曲があるんですけど、これに関しては私最初字面だけトップっていう字面とこのメンバーを見てめちゃくちゃなんか攻撃力高そうじゃないですか。自分の想像してたような曲調じゃなかったので最初おってなったんですけどその2回目聞くとすごくいいなって思いましたね。はい、シスターはこれちょっと分かる人少ないと思うんですけど、ワンファイブっぽいなってアミューズでね、ワンファイブっていう4人組のグループがいて、私今度ライブにも行くんですけど、すごい好きなグループなんですけど、ワンファイブっぽい、逆に言うとそのアンジュルムっぽくあんまりないところがいいなって思いました。はい、でレラタンとリンちゃんと若菜ちゃんのまあいっかっていう曲、もうこれはほんとほのぼのの極み可愛さとほのぼのの極みではい、ちょっとなんだろう、ちょっと初期スマイレージの頃の空気感もありつつ、ほのぼの系アニメのエンディングでぜひ流してほしいみたいなこれもアルバムだからこそ聴けるような曲だし、3人の声がね、これまためちゃくちゃ合ってました。はい、で最後の「Forever Friend」はもうこれはずるいですね。はい、もう休みの日は東京や千葉へ遠出してみたりとか、これだ、一緒に過ごした6年っていうね歌詞があったりとかして、もうこれは泣かせにかかってきてますよ。絶対卒コンで歌うでしょうっていうねたけちゃんの。はい、いやだからやばいですよ、卒コン。この曲もあるから友よとか交差点とかもあるでしょうきっとでこの曲も絶対歌うでしょう。いやーどうしましょうね。いやハンカチ何枚あっても足りないでしょうっていうもう箱ティッシュこうやって持ちながら片手にペンライト片手に箱ティッシュみたいな感じになっちゃうかもしれないですね、こんな曲歌われたら。これね、リカ子のセリフがあるんですけど、ずっと友達だよっていうセリフがあってね、このセリフリカ子言えるかなってちゃんと言えるかなって感じですけど、まあ泣きながらでもいいからね、ちゃんと歌えたらいいなって思いますね。はい、ということでちょっとゆるゆるとお話ししましたけど、以上がアンジュルムのニューアルバムビッグラブの感想でした。まだ買ってなくてちょっと迷ってる人がいたら、もうぜひおすすめのアルバムです。ぜひ聴いてみてください。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。